はい、皆さん、こんにちは。すいません。ちょっと今日もいつもと違いますよね。ヒゲボーボーですよね。最後まで見てください。今日の深掘りかなり面白いですよ。有名な天才でぶっ飛んでる人物。今現在僕たちの生活に欠かせない数多くの電気技術を生み出し、その奇才さやぶっ飛んだ発想からマッドサイエンティストと呼ばれたニコラ・テスラ。彼が発明したものでは交流電流、ラジオ、電動モーター、無線による遠隔操作システム、レントゲン、蛍光灯などがありますけど、ニコラ・テスラ、みんなもう結構してると思うんですけど、今日はあまり知られていない彼の背景とかを見ていくとかなり面白いんです。彼の見ていたぶっ飛んだ世界をみんなで見ていきましょうか。1856年、当時オーストリア帝国の一部だった現在でのクロアチア西部に位置するスミリャンという村でニコラは生まれました。両親と兄、3人の姉と暮らし、テスラの父親は聖職者であり博学で哲学的才能を持ち合わせた人物でした。母親も発明一家の出身で、いくつかの調理器具を発明するほどだったんですね。そしてお兄さんも神童と呼ばれるほどの人物だったんです。これまさにテスラ家って感じですよね。ニコラ・テスラは小さい頃、特に天才と呼ばれる子供ではなかったんですけど、とある悲劇によって自分の存在、そして宇宙の存在までも追求するようになったんです。その悲劇とは、神童と呼ばれた兄が家で飼っていた馬に蹴られるところを目撃し、その数日後に亡くなってしまったんです。当然両親は悲しんで、それを見たニコラは兄のように、兄に負けないようになることを決意しました。と言っても、ニコラには天才の素質が実はあったんですね。父親の持つ膨大な本が置いてある書斎で本を読みまくったり、書斎から本を持ち出し、寝る間も惜しんで朝まで読んだり、他にもこんなぶっ飛んだエピソードがありました。ある日ニコラの友達が当時珍しかった蝶具をもらったことで、カエル取りに友達たちが出かけたんですね。でもニコラは前日にその蝶具をもらった友人と喧嘩をしてしまい、カエル取りには置いていかれたそうです。そこでニコラはこのままではいけないと思い、本物の釣り具なんて見たことなかったんですけど、比較的柔らかい鉄線を見つけ、金槌で叩いて先端を尖らせ、全体を丸く曲げ、釣り針を作りました。そしてニコラ一人でカエル取りに出かけました。最初釣り針に餌をつけてもカエルは取れなかったんですけど、ふと何もつけない釣り針をただカエルの前に垂らして待つと、カエルが勢いよく釣り針を食べることを発見し、この方法で大量にカエルを取ったそうです。そしてニコラを置いていった友人たちは一匹もカエルを捕まえられなかったらしく、ニコラは羨ましがられたそうです。もうここら辺完全にドクターストーンのセクですよね。科学で何でも解決しちゃう的な。ニコラはこの時のカエルを捕まえる方法を発見したことがきっかけで、自然エネルギーが存在すると考えるようになったんです。ここそんな重要な出来事あった？直感的に釣り針を作ったことや、ふとカエルを取る方法を思いつき行動した結果、カエルが大量に取れたことや、その結果が友達たちに大きな影響を与えたというところで、その直感力や発想イコール自然エネルギーという発想が生まれ、今後も自然エネルギーを人間に役立てようと考えるようになったんです。子供でこの発想力はやばいわ。いや、大人でもこの発想力はさすがにないですけど、ニコラ・テスラにはこんな名言があって、私の脳は受信機でしかなく、宇宙のどこかにコアがあり、そこから知識やひらめきを得ている。前回のアカシックレコードではあえて入れなかったんですけど、おそらくそのこと言ってますよね、ニコラ・テスラ。どっかにね、知識の源みたいなのがあって、そこから授かっていると。しかしテスラの発想力はちょっと特殊な力が元となっているんですね。ここからテスラと呼びます。テスラは小さい時からとある能力に悩まされていました。それは記憶や言われたものの映像が現実と区別がつかないぐらいの精密さで、目の前に現れるといったことが頻繁に起きていたそうです。幻覚や妄想といったものではなく、あくまで見たことがある場面やものだったりしたので、心の病気というものではなく、脳の記憶に関係しているものだと理論的に考えていたんです。そしてこの特殊な症状をテスラは自分でコントロールできるようになっていきました。ちょっとマーベル的な。自分で好きな時に好きなものを想像し、目の前に映し出す。それを繰り返していくうちに、想像するものに手を加え改良できるようにまでなっていたんです。それがテスラが天才発明家として成功していった鍵と言っても過言ではないですよね。そしてテスラはこの能力から目の前がスクリーンであり、脳はフィルム的な役割をしていると考え、そこから脳内で考えていることを画面上に映し出すようにできるはずだと考え始めたんです。要は脳内プロジェクターみたいなもんですよね。他にもテスラは空間的知覚や聴覚に優れていて、ここかなりぶっ飛んでて面白いですよ。家のどこかに小脳、クスノキから取れる天然の防虫剤とかですねがあると気分が悪くなったり、食べる前のスープに紙
紙を落とすと口の中に変な味が広がったり、隣の家の中でパチパチと火が燃える音が聞こえたことがあったそうで、その家にいた隣人でさえ気づかなかった火事に気づいたこともあったんです。要は自分の持つフィールドの変化にかなり敏感だったということなんですね。要はナルトでいう白眼みたいな感知能力、ハンターハンターでいう円みたいなもんですよね。自分の範囲内なら何が起きてるか分かる的な。確かピトーが1位で2キロとかでしたよね。多分テスラは隣の家とかだったら50から100メーター以内ぐらいじゃないですかね。いや十分すごい。他にも自分が食べたり飲んだりするものの体積を測らないと美味しく食べることができなかったそうなんです。いや逆に美味しくないわこれ。あと有名な369ですけど、彼はね、何か繰り返し行動をするとき3っていう数字で割り切れるまで何度も繰り返したそうです。ナプキンを折りたたむときは3の倍数とか、3で割り切れる部屋のホテルに泊まるとか。じゃあ行動をするときも3で割り切れる数字でフィニッシュするんですかね。数えてて全然集中できねえだろ。この空間的知覚は大人になっても続いていて、一人暮らししている3部屋隣の家の時計の秒針の音が聞こえ、テーブルにハエが止まる音でさえも聞こえたそうなんです。これ某不動産会社をディスる時のネタですやん。何十キロ先に通る汽車の振動も感じることができ、立っているだけで地面の振動が随時伝わってきていたそうなんです。太陽の光が遮断される場所や暗闇ではコウモリのように自分の先にあるものは感知で生きたそうです。毎日こんな感覚で生きていたら世界がエネルギーで溢れているっていうテスラの言葉はかなり説得力がありますよね。大人になったテスラは特定の会社に就職することはなく、今でいうフリーランスのような立場になったそうです。その仕事の一つで出会ったのがトーマス・エジソン。当時フランスに渡り仕事をしていたテスラにエジソンの助手である友人のバチェラーがアメリカにいるエジソンの下で発電機の再設計をする仕事を進めてきたんです。そこからアメリカに行く決意をしたテスラは渡米。アメリカに着いたテスラはエジソンの元を訪ねますが、着いて早々エジソンが手掛けていたオレゴン号という当時最速の旅客船の照明装置に不具合が発生していたんです。これにはエジソンも手こずってお手上げ状態。その日エジソンと助手たちは修理を諦めてしまったんです。ここで登場するのが今回の主人公、天才発明家ニコラ・テスラですよ。テスラは一人オレゴン号に残り修理に必要な工具を揃え、夕方から一人で作業に取り掛かりました。そして発電機の何箇所かがショートしていたり壊れているのを見つけ、翌朝の5時まで全部直してしまったんです。テスラがオレゴン号の修理が終わり帰宅する途中、これまた帰宅途中のエジソンたちに出会ったんですね。そしてエジソンは、ほら見ろ、一晩中遊んでいたパリジャンがお帰りだと皮肉を言ったんです。そしてテスラから修理のことを聞いたエジソンは何も言わずに去っていき、遠くからバチェラーやつはできるぞとテスラを認めたそうなんです。エジソン出さすぎ。これは完全に認めるしかないですね。その後テスラはエジソンの会社で働き、2種類の機械の設計を手掛けますが、エジソンのこの仕事が終わったら5万ドル支払ってやるという言葉が嘘だったことが発覚したので、エジソンの会社を辞めたんです。これはやめて正解。まあそんなとんでもないテスラのアイディアですけど、ここで一旦話を変えて、現代でも新しい技術はたくさんね生まれてきてて、フィリップスから S7000 シリーズっていう新しい電動シェーバーが発売されました。こちらです。いやフィリップさんが僕のヒゲの剃り残しを気にしてアンケートくれたそうです。めっちゃ助かる。僕剃っても消えなくて困っていたんですよね。この S7000 シリーズの特徴はスキン IQ テクノロジーといって、一人一人の個性に合ったシェービングが可能らしいです。これからは団体ではなく個の時代ですからね。ちなみにこの製品、顔の輪郭に沿ってヘッドがピタッと密着します。この顎の下の反りにくい部分にもね、このようにピタッと密着するので反りやすいんです。電動シェーバーでも剃った後にヒリヒリしたり赤くなったりする人いると思うんですが、このシェーバーはヒゲの濃さを1秒に125回センサーが感知して自動でパワーも調整。そしてヒゲを根元から持ち上げてカットするから肌への負担を軽減しながら深掘りができるそうです。実際今僕ボーボーなので剃っていきますよ。このように小さい円を描くように時計回りに沿っていきます。ピタッと密着するので僕のようにね、長い顎も綺麗に沿ってくれます。そう今完全に沿ったんですけど、どうでしょう、ビフォーアフター。結構綺麗に剃れたんじゃないでしょうか。顎下とかは反りにくいんですけど、反り残しなく綺麗に剃れました。気になる方は概要欄からぜひチェックしてみてください。僕もねイケメンになったのでテスラの話に戻ります。1887年テスラエレクトリック社を設立することになったんです。交流誘導電動機の製作に成功したテスラは1888年に電動機の公開実験をしたことで、億万長者のウェスティングハウスと提携してウェスティングハウス社を設立。同年10月には交流電源の特許を取得しました。この頃にナイアガラの滝に建設されているエドワード・ディーン・アダムス発電所にてエジソンの直流電流が採用されるかテス
スラの交流電流が採用されるかといった電流戦争が勃発したんです。そこでエジソンはテスラに勝つために交流電流がいかに危険かというネガティブキャンペーンを行いました。新聞記者の目の前で交流発電機に犬や猫を近づけ感電させたり、政治家を丸め込み死刑囚への電気椅子に交流電流を採用させたりと、ありとあらゆる方法で交流電流を貶めていったんです。しかしそれに対しテスラは自らの体を使い100万ボルトの高周波電流を体内に通すといった交流電流の安全性を示したんです。そしてエジソンのネガティブキャンペーンも虚しく、結局選ばれたのはテスラでした。そしてニコラ・テスラが望んだフリーエネルギーの研究が本格的に始まることとなったんです。ニコラ・テスラはフリーエネルギーや地震発生装置、空飛ぶ円盤といったぶっ飛んだ発想力を実現させようとしていました。フリーエネルギーに関しては世界中にウォーデンクリフタワーといったいわば鉄塔のようなものを建てて、その装置により電磁波を変換し情報を送ったり、その電磁波を利用し世界中のどこにいてもね電気を生み出せるといったものでした。これに関してはアメリカの JP モルガンが出資を行っていましたが、そのウォーデンクリフタワーの使い方について JP モルガンと意見がね食い違ったため資金は差し止め、1917年に表向きには政府がアメリカが第一次世界大戦に参戦すると標的にされてしまうとの理由で塔は破壊されてしまいました。まあそんなことはテスラにとって大したことではなく、より改良された塔を構築するつもりだったそうです。石油とかフリーエネルギーもそうですけど、テスラは地球が一つのエネルギー体と考えていました。川を流れる水や風から電気を生み出すことができ、稲妻といった形で自然に電磁波が生まれることもあります。要はこの地球上には無限のエネルギーが流れているので、それを変換する技術さえあればテスラにとってフリーエネルギーは空想なんかではなく当たり前に可能にできる技術だったんです。そしてその技術さえできてしまえば、そのエネルギーを変換し電圧を変え連続した電磁波の振動を作り出すことができ、その振動を大きくすることで地球を真っ二つに割ることも可能だと考えていました。いやいや卵じゃないんだからね、ここら辺完全マッドサイエンティストですよね。テスラはフリーエネルギーを利用した反重力システムというものを研究していたらしく、この反重力システム、電気エネルギーだけを使った飛行物体の特許も申請していたそうなんです。この飛行物体は燃料や翼、プロペラといった飛行システムを持たない機体になっていて、いわばこれが空飛ぶ円盤。100年前が現代より高度ってどういうこと？もちろんこれらの発明の設計方法は頭の中で想像し、目の前に映像を映し出して稼働させ、不具合があるなら改良し、また稼働させる。そしてこのフリーエネルギーの行き先は地球だけにはとどまらず、太陽のエネルギーも利用可能と考えていたんです。それが実用できれば距離にとらわれないエネルギーの送受信が可能になり、地球外に信号を送ることができると考えていたんです。そして実際蓄積させたエネルギーを短い時間で一気に放電させる方法で1万 km まで信号を送ることに成功したんです。1895年にある事件が起きます。テスラの実験室のあるビルが火事になり、彼のオフィスが全焼してしまいました。彼の今までの発明品や資料も全部燃えてしまったんですけど、これはたまたまなのか、あるいはね何者かによる仕業なのか、陰謀の部分です。でもこれほどまでの発明をしていたテスラですが、人類が技術を手にすることで幸せになれるとは考えていなかったそうなんですね。それは技術がもたらすものの先は戦争に使用されるということなんです。素晴らしい技術である飛行機を戦争を助長させるものへと変わり、膨大なエネルギーを生み出す核なんかもまた戦争を助長させました。どんな強い兵器ができたところで戦争を終わらせることはできないと考えていたんです。そしてこの先技術が進歩すれば、人ではなくいかに機械が戦うか、機械同士を戦わせる戦争が来るとも考えていたんです。これに関してはこの言葉の意味通りなのかわからないんですけど、彼の考えていた未来が現実になっていますよね。人間の真のエネルギーは負や摩擦に遮られ、それをなくさないことには進歩はしないとニコラ・テスラは語っていたんです。そして真のエネルギーこそが自然に存在しているエネルギー。ニコラ・テスラは1943年86歳でホテルの一室で一人この世を去りました。どうでしょう。以上がニコラ・テスラという人物の軽いまとめなんですけど、やっぱなんかね彼のことを考えるとなんかもったいないっていう感じがしちゃいますよね。もっとなんか世界ができたんじゃないかと。あまりにも突出しすぎちゃうと支持されないのか、結局ね権力者にペコペコするしか成功の道はないのか。みんなはどう思いますか、彼の功績。他にもねいろいろ深掘りすることはできるんですけど、369の時にまた話したいと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。